キッチンでできる草木染め、人参の葉っぱで草木染めをしよう。じゃん、カバンが黄色く染まります。こんにちは。ものづくりを日常にコッペ工房です。今回はキッチンでできる草木染めということで、こちら人参の葉っぱを使った草木染めになります。この人参の葉っぱは、夏に収穫したものを、乾燥させて取っておきました。こうやって乾燥させておけば夏とか春とかみたいなグリーンシーズン以外もこうやって冬に草木染めができるのでおすすめです。人参の葉っぱの他にも、よもぎですとか、あとクローバーなんかも乾燥させて染めることができるので、ぜひ乾燥させてできる冬の草木染めお楽しみください。コッペ工房はものづくりを日常にということをテーマに活動しています。ものづくりやってみたいなっていう気持ちを、よしこれならできそう、やってみようと思えるような動画を作っています。もしよかったらこのタイミングでチャンネル登録をお願いします。それでは人参の葉っぱを使った草木染め始めていきます。どうぞ。9月の頭、雑草が生い茂る畑で人参の収穫をしています。小さい人参ばかりですが、染めに使うのであまり気にせず収穫していきます。それにしても真冬に半袖の映像を見ていると不思議な気持ちになります。収穫した人参の葉っぱと根っこを分けていきます。小さな人参はきんぴらにしました。ちなみに葉っぱも半分はかき揚げにして食べました。染めても食べても大活躍の人参です。そして吊るして乾燥させます。4ヶ月が経ち、もう真冬です。はい、道具紹介始めていきます。今回は小さいカバンを染めていきます。あと素材になる人参の葉っぱです。そして下処理に使う柔軟剤、計量スプーンと計量カップも使います。染液をこすために使うボウルやザル、あとゴミくずネットです。混ぜる時などに使う菜箸です。こちらハサミも使います。染液を作ったり、あと染めたりする時に使う片手鍋、あとこちら焙煎で使う焼きみょうばんです。最後にこれ絞りに使うプレート、あと割り箸、あとちっちゃな石です。あと輪ゴムも使います。それでは染め始めていきます。まずは柔軟剤で下処理をしていきます。綿の布を染めるときは柔軟剤や豆乳で下処理をする必要があります。柔軟剤を大さじ1杯熱湯で溶きます。そして水洗いしたカバンを柔軟剤液につけ30分間下処理します。下処理をしている間に染液を作っていきます。乾燥させた人参の葉っぱを 40g ハサミで切って片手鍋の中に入れていきます。水を 1500ml 片手鍋の中に入れます。そして火にかけ沸騰するまで中火で煮ます。グツグツしだしたので火を止め、ストーブの上に移します。ストーブの上で弱火で煮ていきます。ストーブがないときは弱火で12分間煮れば大丈夫です。
時々菜箸で動かします。12分が経ったら鍋を上げます。ざるにゴミくずネットを貼って染液をこします。染液の中に細かい葉っぱが浮いていたので、もう一回ゴミくずネットを貼って染液をこしていきます。無事染液が完成しました。30分が経って下処理が終わったカバンは水洗いをしていきます。流水でよく洗ったら絞って下処理も完成です。下処理が終わったカバンに絞り処理をしていきます。まずは6等分に畳んでプレートで挟みます。間にラップを挟むことで余計な染液が入らないようにすることができます。今度はそこに石を入れて輪ゴムで縛っていきます。そしてサイドを蛇腹状に折り割り箸で挟みます。カバンのような大きな布を染めるときはいろいろな絞りが試せるのでとても楽しいです。片方の手提げ紐はスズランテープで縛りました。これで絞り処理はおしまいです。そして温め直した染液の中に絞ったカバンを入れます。ストーブの上で12分間菜箸で定期的に動かしながら染めていきます。染めている間に焙煎液を作ります。スーパーで買ってきた焼きみょうばんを大さじ1杯お湯で溶きます。白いダマがなくなるまでかき混ぜたら、今度は水で薄めます。染める布が浸るくらいまで水で薄めたら焙煎機の完成です。12分が経ったので1度目の染めはおしまいです。ざるにあげて余計な染液を落とします。少し冷ましてから絞り焙煎液の中に入れます。焙煎時間は12分。焙煎液の中に12分間浸し定期的に動かします。12分が経ったら焙煎液を絞りまたざるにあげます。そして再び温めておいた染液の中に入れ2度目の染めを行います。この時も菜箸で定期的に動かします。このように菜箸で動かすことによって染めムラを防ぐことができます。そして再び12分が経ち2度目の染めも完了しました。そして水洗いしておしまいでもいいのですが、今回は粗熱が冷めるまで待ちます。しばらく置いて熱が冷めたので水洗いをします。よく絞り水洗いをしながら絞りを外していきます。絞りを外すときはできるだけ丁寧に外します。ハサミも使いますが、この時布を切らないように気をつけましょう。絞りが外れ陰干ししたら完成です。はい、人参の葉っぱで染めたバッグが完成しました。すごいしっかりと黄色に染まりました。
どうですかね、ちょっと絞りの模様が見えづらいかなって思うんですけど、ここに六角形の模様が出てます。で、あとこの下の絞りもこう畳んでいる時は半分ずつこうやってポコポコポコって出る感じで可愛くできたかなと思います。あとは横の絞りもこうやってギザギザギザーとできてます。で、取っ手の絞りもなんかまだらみたいな感じで可愛いかなと思います。はい、こうやってうまく可愛い感じに染まりました。やっぱり草木染めっていうののオンシーズンがどうしてもグリーンシーズン、緑が生えているシーズンになってしまうので、そのシーズン以外、このウィンターシーズンにこういかに草木染めができるかも、やっぱり草木染めをこう日常の中に取り入れていくには重要なポイントかなと思います。なので、そういうことを考えると、やっぱり夏の間、春の間にこうどんだけ素材を集めておいて乾燥させたり、冷凍させたりして取っておけるかっていうのは重要かなと改めて感じました。人参はね、自分で育てることも簡単かなと思うので、例えば、それ都会だったらプランターでもその大根ほど深く必要ないので、軽く育てたりとかして、で僕の場合はやっぱりどうしても実を食べたくて育ててるわけじゃなくて、葉っぱのために育ててるので、軽くピピピピピッと間引き程度にたくさん集めておけば、こうやって冬の間も染めが楽しめるかなと思います。以上、キッチンでできる草木染め、人参の葉っぱで染めをしようでした。コッペ工房ではものづくりの非常にということをテーマに動画を発信しています。メインはやっぱり草木染め、キッチンでできる草木染めなんですけども、編み物だったり粘土だったり、あとは木工だったり刺繍だったり、いろいろなことを日常の中でできるものづくりということをテーマに活動しています。もし今回の動画楽しいな、面白いなと思ったら高評価やコメント、あとはやっぱりチャンネル登録をしてもらうと嬉しいです。ぜひ皆さんもものづくりの日常に取り入れてみてはいかがでしょうか。それではさようなら。